村山恵美子さん、当時22歳。爆心地からおよそ2キロ離れた南観音町の自宅で被爆しました。8月6日の朝、8時までに返すと言って大八車を借り、燃料にするための材木を夫と一緒に建物疎開の場所まで取りに行きました。自宅に戻り一息ついた時、窓の外に閃光が走り、ガラスが木っ端みじんに割れたといいます。今核兵器が使用されればこの世はなくなるのではないかと、核兵器の恐ろしさを語ります。燃料を自分で調整せんといけんかったから、建物疎開の木材をね、材木を自分で拾ってこないけんでしょ。調整せんと配給なんかなかったですからね。あの頃ガスもないしね、炭もないしね、七輪に薪をくべて炊くような状態でしたよね。主人は3時ごろ家を出ましたね。それで子供は寝しといて、私は5時ごろ歩いて東海地の方へ行って主人と合流して材木第8積んで、近所のね小田裕也屋さんがあったんです。そこの第8車借りてね、8時な帰ってよいう約束で帰るから言うんで行ったんです。積んでね、中島の方からこう住吉渡って帰って、住吉橋の方でですかね、空襲警報のサイレンが鳴ったんですよね。で空襲警報になるあれだから、はよか子供寝せとるからね、はよ帰らにゃ言うて、第一車後押しして帰りましたよね。で住吉橋の上の方でこれ義勇隊言うてありましたよね。町内会からこう出られる方がね、義勇隊の人に軍歌歌いながらね、こう来られるのに出会ったりしましたけどね。それでずっと帰って南観音の発出所ですね、あの辺まで戻ったら空襲警報解除になったんです。昼間にちょっと空襲警報いうのはあんまりないですよね。大概夜9時頃になったら空襲警報になりよりましたからね。それでそして解除になって安心して家の前で材木を下ろしたりしたんです。車で返してね、八百屋さんに。それで、主人も汗を拭きながら、で子供あやそう思うた途端にピカーッと光って、6畳の大きな窓ガラスがバーッと光った瞬間に木っ端みじんに壊れてね、網戸がバーッと子供の上覆いかぶさってね、それで何事かわからんですが、主人がパーッと網戸を抜けて子供を抱えて表へ飛び出す。かすり傷も何にもしてませんでした。その上にガラスの破片が落ちたんでしょうね。それでパーッと抜けたら怪我も何もしてませんでしたね。ひどい爆風だったんじゃないですかね。それで私も壁なんかみんな落ちたからね、その後を追って何も持たずの表を飛び出しましたよ。そしたら皆さん方々からね、たくさん血を流した方なんかが出ておられましたよね。三菱行く広い道路ですよね、ちょうど前がね。そこにみんな近所の方がみんな出ておられましたよね。それでおまわりさんがね、包帯しながらこうやって差配しおられましたがね、何が何だか分かりませんでした。日中の校舎がありましたよね、ちょっとあっち天満町寄りにね。そこがすぐ火を吹いたような気がしますがね、寄宿舎がね。息子さんなんかを名前を呼びながらね、
資料館にあったお人形さんみたいにね、こういうなんじゃ裸足でね歩いておられましたよ。それで私資料館の人形さんは本物だけどね思って思い朝ごはんも炊きおったんだけどね、爆風で吹っ飛んでね、外に管があったから吹っ飛んでご飯の中も一発砂が入ったんじゃないかなジャリジャリだったけど食べましたね、お腹空いとるからお昼過ぎはね、夜はまあ田舎の方からみんなおむすび作ってね、列車上送ってくださってね、おむすび食べたけどね、表の畑寝ましたよ。トマトやらナスビが植えてあったんですがね、あそこへ蚊帳引っ張ってきてね、蚊帳こうかけてね、外へ寝ましたよ。ずっと外へ寝てましたね。家の中怖くて寝られんから。蚊帳にこう引っ張って寝るのにね、ナスビとかトマト植えてあるこう竹のあれがあるから、もう蚊帳いっぱい穴が開いて穴が開いたことがありますね。多くの保護の方がね、みんなおむすび作って送ってくださるんだけど、暑いから傷むんですよね。ほいでそれをもったいないから皆さんこう近所の方が洗ってね、ほいで小田裕也さんが角にあったんです。そこのおじさんがね、大きなお鍋を出してね、みんなでこう炊いて食べましたね。近所の方がね洗ってね、何日かそういうことがありましたよ。同じアパートにおった方がね、実家が島根でね、私のところへ行こう言うて誘ってくださったからね、それでお世話になることにしたんです。それで長男のものと思ってね、島根県へお世話になった。中郡いうとこだけどね、田舎の山の中でね寂しいとこでしたけどね。広島に台風がありましたよね。台風のね前日に帰ったんですよ。浜田へ出てね、浜田へ一晩泊まって、それで無害車に乗って帰った。無害車一応分からんかな。動物牛やなんか乗せる屋根がない箱だけの貨車、あれ乗って帰ったの兵隊さんが復員されるでしょう。内地の兵隊さんがね、だからね列車も超満員なんよね。それで乗るとこないから私らもう無害車に乗せて、浜田から声まで帰りました。何にも変わってなかった少しは変わってるのかな思って帰ったんだけど、何にも変わってなかった。そのままだった。水も不自由だったしね。やっぱし主人壊れたアパートで療気してましたから、アパートに戻りました。それで、で台風のだから押し入れの半減の押し入れの下で子供前寝してこうやって我慢しとった投資ってわかるかな、丸曲げの芯に入っとるのがあるんよね。あれに油つけてこうしとったらこう灯火になって明かりになってね、そういうのそれをつけてね一晩中こうやっとりました軍用トラックですかね、左側ずらっと並んでましたね。荷台にみんな怪我された子供乗せちゃったりね、みんなこでおうとこない場所がないからおられたんじゃないですか。たくさんありましたよ、トラックがね、どうなったんか知らんけどね、左側にずらっとね、もうねほんま怖いの一言だったね。いやむごいと思います。
私は東條さんが一番嫌いじゃね。憎いよね。天皇のあれを押し切って、まあ戦争にね巻き込んだいう、私らにはそれがありますよね。でみんなにあんだけの苦しい思いさせてね、東條さんが一番憎いね。今の天皇さんでもね、ああやって戦時中に生まれてあったんだけど、天皇さんが生まれた時の奉祝に行ったのを覚えとるけどね、苦労されたと思いますよ。まあ今後の方は平和でいいなと思います若い方でもね、私らもう戦争だったからね、もう小学校の頃から戦争が始まったんだから、こんだけ平和が続くいうことはね、まあ、今から戦争ないと思うけどね、核爆弾になったらもうみんなのこの世なくなるんじゃないかな使うあれはない持っとるぞって核みんなに言いつ一人だけだと思うけどね、とても使われたら地球全滅じゃないかな、ああいう気がしますよ。まあ持っとるぞってみんなお互いに誇示しとるよねまあでもまあこうやってピカに会うてもね、まあ大して怪我もなしに今までこの年まで生かされとるからありがたいなと思うとります。こんな年まで生きるとは思いもしなんだけどね。